おはようございます。ケンです。テスラが日産を買収する可能性がある。そんな驚きのニュースが日本政府の動きによって浮上してきています。さらにテスラはインド市場でも大きな一手を打とうとしています。数千台のテスラ車をムンバイの港に輸送し、2025年に本格販売を開始する計画です。もしこれが実現すれば、テスラは日本とインド2つの巨大市場での影響力を一気に拡大することになります。これは投資家にとっても EV 市場全体にとっても見逃せない動きです。今回の動画では、まずテスラが日産と関わる理由について解説をします。その後、インド市場での戦略とその影響について分析し、最後に今後の予測を話していきたいなと思います。特にテスラ株を持たれている方、EV 市場の未来に興味がある方にとって重要な内容になってくるんではないかなと思いますので、ぜひ今日も最後までご視聴ください。では、まず最初のトピックなんですけども、テスラが日産と関わる可能性が出てきたという情報になりますけれども、その背景には、なんと日本の政府の動きがあるようなんです。特に注目されているのが、菅義偉元首相を含む政府関係者が、テスラに対して日産への投資を持ちかけているという話が出ているようです。そもそもこの話が出てきたきっかけは、日産とホンダの合併交渉が決裂したことにあります。日本の自動車業界は EV 化の流れの中で再編が進んでいます。ホンダと日産が合併できれば、トヨタに対抗できるような新しい勢力が生まれる可能性がありました。しかし、その交渉はまとまらず、代わりに日産をどう成長させるのかっていう新たな課題が浮上しています。そこで日本の政府が考えたのがテスラとの連携です。日産は EV 技術を持ち、すでに市場に EV を供給しています。一方のテスラは技術革新やソフトウェア分野で圧倒的な強みを持っています。もしテスラが日産に投資し、あるいは提携することになれば、日本の自動車業界の構図が大きく変わるかもしれません。さらに日産にはアメリカに工場があります。テスラがこれを活用することで生産力を強化しつつ、新しい市場戦略を展開する可能性も考えられます。現在のテスラは工場の拡大とコスト削減が課題になっていて、既存の生産施設をうまく利用することで、その問題をクリアできるかもしれません。しかし、ここで気になるのは、テスラが本当に日産に投資をするのかという点です。現時点ではまだ具体的な交渉内容や決定事項は明らかになっていませんが、もし実現すれば日本の自動車市場に大きな影響を与えることは間違いありません。テスラは日産と手を組むのか、それともこれは単なる噂に過ぎないのか、最新情報をこの資料を全部作った後にまた出ています。それに関しては最後にお知らせしますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい。では次の話題ですけれども、テスラが次に狙うのは世界最大級の成長市場、インド市場なんです。すでに数千台のテスラ車がムンバイの港に輸送される予定でいて、2025年第3四半期にはインドでの販売を開始すると報じられています。インドではこれまで EV 市場において出遅れていると見られていました。しかし政府の政策や市場の成長によって今後数年で爆発的に EV が普及する可能性があります。テスラはこのタイミングを狙い、いよいよ本格的にインド市場に参入しようとしています。ただし、ここで問題になるのが関税の高さなんです。現在インドでは輸入車に対して最大 100% の関税がかかるため、テスラの車をそのまま販売すると価格が大幅に上がってしまいます。そのためテスラは現地生産を視野に入れながら政府との交渉を進めていると考えられます。すでにテスラはインド国内での販売準備を進めていて、ショールームや物流拠点の求人情報も出しています。さらにインド市場に投入される可能性が高いのは人気のモデル Y やモデル3です。これらの車種はコストパフォーマンスに優れ、インドの富裕層や上位中間層のニーズにマッチする可能性があります。一方で、インド市場にはすでに強力なライバルが存在します。例えば地元企業のタタモーターズや BYD といった中国メーカーが EV 市場を拡大しています。トヨタやマルチ・スズキもハイブリッド車や EV 市場でのシェア拡大を狙っているため、テスラにとっては簡単な戦いにはならないでしょう。
それでもテスラのブランド力や FSD の技術、充電インフラの強化によってインド市場での成長は十分に期待できます。特に現地生産を決断すれば大幅なコスト削減が可能になり、一気に市場を制する可能性もあります。では、このテスラの動きは投資家や EV 市場全体にどんな影響を与えるのでしょうか。次はそちらについて考えていきたいと思います。はい。ということで今日はテスラが日産と関わる可能性、そしてインド市場への本格参入、この2つのニュースがあり、この2つの動きは今後の EV 市場にどのような影響を与えるのでしょうか。そしてテスラ株を持たれている投資家にとってはどんな意味を持っていくのかということについて最後に考えていきたいと思います。まず日産との関係ですが、現時点ではテスラが日産に投資をするかどうかまだ決定していません。ただ日本政府がテスラに働きかけているという情報が結構出てきていますので、これは本当かどうかまだ定かではないというところがあります。もし実際にテスラが日産と提携することになれば、両社の EV 技術の融合が進み、特にバッテリー技術や生産能力の面で大きな進展が期待できるかもしれません。一方でテスラは日産に投資をしなくても成長を続けることができるという見方もあります。すでに独自の工場を持ち、生産能力を拡大しているテスラにとっては、日産との提携がどれほどのメリットをもたらすのかは慎重に見極める必要があります。次にインド市場への参入ですが、これはテスラにとって非常に大きなチャンスになる可能性があります。インドは世界第3位の自動車市場であり、今後数年で EV の普及が急速に進むと予想されています。テスラがここで早めにポジションを確立できれば、長期的な成長につながる可能性が高いです。ただし、インド市場には交換税という大きな課題があり、テスラが現地生産を決断するかどうかっていうのが今後の鍵を握っていると思います。現地生産が決まれば価格競争力が一気に高まり、インド市場での成功確率が大幅に上がるのではないかと思いますけれども、皆さんどう思うでしょうか。そしてこういった話題っていうのが投資家にとってはどうなのか。テスラ株はこれまで市場拡大と技術革新によって成長を続けてきました。もし日産との提携やインド市場での成功が現実になれば、株価にとってはポジティブな要因にはなるんではないかなと思います。逆に日産との交渉が進展せずに、インド市場でも現地生産が実現しなければ、テスラの株価には多少なりとも影響があるかもしれません。日産に関しては、もし提携となってきた場合に、テスラ株にとってプラスになるのかマイナスになるのか、これはもしかしたらマイナスに働く可能性もあると思いますけれども、インド市場に関してはきっとね、プラスに働くんではないかなと思っていますので、今後どのような戦略を取ってくるのか、引き続き注目が必要となってきています。はい、という内容なんですけれども、今日はテスラが日産を買収するかもしれないということで、資料も作り、僕自身もよし、今日の資料が完成したと思っていたんですけれども、僕が運営しているオープンチャットの方で、この情報が間違っているっていう情報が入りまして、慌てて僕も調べたところ、どうもこれは間違っているようで、記事も新しく出ていました。また、イーロンさんも否定していて、テスラ工場こそが製品なのですと言われています。テスラが日産を買収するのではないかっていうのが誤報の可能性が高いということになります。ただなぜこのような情報が出たのか、わざわざ菅さんの名前まで出ていましたし、本当に間違った情報なのか、こちらに関してはまた情報があれば紹介をしたいと思いますけれども、テスラが日産を買収するかもしれないっていう話はどうも誤報の可能性が高いということになります。はい。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。テスラの株は本日338ドルとなっております。かなり下落していますが、本日は市場全体が大きく下落しているようです。経済指標の悪化が原因という情報もありましたが、テスラ特有の問題ではなさそうです。はい。ということで本日の内容は以上となっております。今日のこの動画が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたします。そしてテスラに関しての情報をこれからも毎日発信していきますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では、テスラのある生活を楽しんでいきましょう。
推進です。まず、エコファクトリーさんの東京支社での輻射熱の体感会ですが、3月1日の土曜日に行います。ぜひ、輻射熱を体感されたいと言われる方は、LINE の方でお問い合わせをよろしくお願いいたします。そして現在僕の方では5つのサービスを提供しています。まずはネットショップです。ネットショップではテスラに関するアクセサリーなどを販売しています。そして中古テスラ情報の提供です。中古でテスラを購入したいと思われている方に向けて中古情報を提供しています。そして太陽光や蓄電池の導入を検討されている方に向けての無料相談、そしてテスラに関する情報交換できるオープンチャット、太陽光や蓄電池、環境に関する情報を交換できるオープンチャット、この5つのサービスを提供していますけれども、これらのサービスは僕の公式 LINE の方でそれぞれ問い合わせ並びに参加ができますので、興味がある方は公式 LINE の方よりよろしくお願いいたします。はい、今日は正直テスラと日産が提携、僕ね結構面白いんじゃないかなと思ったんですよね。ただ提携っていうよりも、むしろ僕の中では日産でテスラが販売してくれればいいなと思ったんですよ。そうなってくるとテスラの日本での普及っていうのも進むのでいいんじゃないかなと思ったんですよね。その昔ソフトバンクが iPhone を取り扱いしたじゃないですか。あれって僕結構ね画期的だったと思うんですよね。あれがあったからこそ日本で iPhone って一気に普及したと思うんです。だから僕も日産とか他の日本のメーカーがテスラを取り扱ったら面白いんじゃないかなと思っていたので、この情報ね、結構僕期待はしているんですけれども、果たしてこれが誤報なのか、ぜひね、僕は前向きにね、検討してもらって、日産がテスラを取り扱うっていうのでもね、面白いんじゃないかなと思いますけれども、皆さんどう思うでしょうか？賛否両論でいろいろあると思いますけれども、またこの情報がね、追加であれば、紹介をしていきたいと思います。はい。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。